皆さんこんにちは、フーディーボーイです。今回の動画は超穴場のフレンチです。フレンチは今までイノベーティブフュージョン系をいくつか紹介してきましたが、いわゆるクラシックフレンチを動画にするのは珍しいです。今回は常連さんに教えてもらって感動するほどすごいシェフに出会えたのと、お店での仕込みなどの貴重なシーンも撮影させてもらえるとのことで動画にすることにしました。そして今回紹介するのは銀座のど真ん中にあるこちらのアンシュマンさんです。クラシックフレンチは映像と食レポだけではその凄さが伝わりづらい部分もあると思います。なので今回の動画ではまずはじめに仕込みの裏側に密着させていただきながら、こだわりや思いをいろいろと聞いていきたいと思います。その上でいつものように具体的にどんなメニューが出てきてどれぐらい美味しかったのか、僕の食レポも挟みたいと思います。長い動画なので本編に入る前になぜこのシェフに感動したのか、何がすごいと思ったのか、簡潔に3つにまとめてお伝えします。1つ目が膨大な仕込み。こちらはオーナーシェフの大岸さんによるワンオペ調理でありながら、なんと50品目もの素材を扱ってフルコースを作り上げています。さらに豊洲にも毎日通って素材を見極めてご自身で仕入れをされています。美味しさを追求するために寝る間も惜しんで仕込みに励む姿勢には尊敬しかありません。しかもメニューは月替わりなので休んでいる暇は全くなさそうです。2つ目が天性の調理技術。当然レシピはありません。シェフの経験からくる天性の感覚で仕上げられているのはワンオペならではです。そしてそれが上品な味付けで大味じゃないのもすごいです。こちらでは添加物を一切使っておらず、素材の旨味を引き出すように素材の良さを生かした一品に仕上げられています。ちなみに修行はフランスの現地で経験されており、動画では言えないぐらい壮絶で過酷な環境を生き抜いてきて今があるそうです。また星付きの店でソーシエ、つまりスーシェフの次ぐらいの職位までやってこられています。なので調理の全般的な技術力が高いのはもちろんのこと、ソースが最高にうまいのがこのお店の特徴です。3つ目がコスパ。コースは2つあり、高い方でもなんと12品出てきて 13,200 円です。しかも安い方のコースでも分量は同じで品数が8品になって 9,350 円です。銀座の一等地でいい素材を使って完成度の高い品々をお腹いっぱい食べられて、この価格帯はすごいです。カジュアルフレンチやビストロなら低価格帯のお店もありますが、当然ながらその域を超えているレベルの高い料理が出てきます。サービスの方はいらっしゃるも、料理に関してはワンオペ、それでいて高級フレンチ顔負けのクオリティです。最高級フレンチの枠組みに入るグランメゾンだと3万円どころか5万円以上することもザラで、それはチームで作るので仕方ないですが、それでもその半額ぐらいの価格帯で提供されるこちらのお店は改めてすごいです。それでいて予約が取りやすいのは何かのバグでしょう。もっとみんなに知られるべきお店だと思ったので動画にしていますが、席数も8席と少ないので予約が取れなくなるのも時間の問題だと思います。まだ予約が取れるうちにぜひ行ってみてください。そして色々と力説しても、具体的にどんな仕込みと調理をやられていて、どういう思いをシェフが持っているのかお見せしないとその凄さがわからないと思います。長い動画でありながらシェフの思いとノウハウが濃縮した超貴重な内容になっていますので、ぜひゆっくりと本編を見てください。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日何時入りですか？今日は午前中11時とかぐらいですかね。今日は菓子がお休みなので、昨日に菓子から仕入れてきて、今日はちょっとゆっくりです。菓子？市場です。豊洲の市場ですね。豊洲も毎日行かれるんですか？ほぼ毎日、はい。フレンチのお店で豊洲に通われるのって普通なんですか？どうなんですかね。小さい店なので、毎月料理は変わるんですけれど、お魚料理に関しては、その時にいいものを入れて、なんかその時に考えるっていうスタイルをとっているので、こういう風な料理にしますっていうのを、魚だけはこうちょっとぼやっとした書き方をしてるんで、本日のお魚料理っていう書き方をしているので、僕はもう若い時からそうやって教えられてきました。その時の市場のいい魚を見て、はい、どれにするか決めるっていうはい、形なんですね。はい。はい、早い時はじゃあ朝7時ぐらいには千葉に行って、で、買い物を終わらせて、10時、11時ぐらいにはお店に入るようにしてます。早いですね。何時ぐらいまで働いてるんですか？遅いと3時とか4時とか5時。なので、長い時だと24時間起きてることもあります。大丈夫ですか？去年の2月かな、大腸に穴を開けて、ちょっと1ヶ月ほど入院したんですけど、もう無理せず、とにかく楽しくやっていこうっていうことで、体はちょっと大変ですけど、なんか楽しいんでしょうね、なんかね。好きじゃないとできないですよね。そうですね。それだけやっぱりやることがたくさんあるんですね。そうですね。料理作るのは僕一人なので、コースは8皿と12皿なんですけど、12皿の中でだいたいアイテムが50
アイテムぐらいあるので、それを毎月仕込まないといけないので、それを考えると2日ぐらいで仕込んでしまうので、翌月のメニューを月末に。なので、それぐらいはかかるのかな。はい。その中でも一番大変な仕込みとかってあるんですか？いや、毎月大変です。まず毎月そのメニューを変えるのが大変なので、今月はこれぐらいでいけるだろうと思ってメニューを書いたとしても、結局仕込みを始めてみたら、結構大変だったりとか、特に今月なんかはそうですけど、年明けやしちょっとぼちぼち体慣らす感じで始めようかっていう感じでメニュー書いたんですけど、仕込み始めてみると、ああでもないこうでもないが始まって、結局すごい仕込みになってしまって、今月は3日間ほぼ徹夜で仕込みしました。すごい大変だと思うんで、早速今日は密着させていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。それは今何やられてるんですか？一番最初に出る北海道の今金男爵っていうじゃがいもで作ったピューレなんですけど、これと、甘エビを合わすアミューズの用意です。お芋はこの芋じゃないとっていうのあるんですか？甘みがあって、ちょっとねっとりしていて、じゃがいも食べた感がすごくあるので、このじゃがいもはこの時期好きでよく使います。普通の男爵芋と違って、甲殻類の甘みにとってもよく合うので、今金男爵っていうのを使います。甘さと甘さを合わせる。そうですね、はい。玉ねぎとこの今金男爵を刻んだものを合わせて、お芋が持ってる水分だけで蓋を閉めて火を入れていくんです。で、そこで甘みがしっかり出たところで、ブイヨンを足して、で、煮詰めて柔らかくなったところをミキサーで回してピューレ状にしてあります。フレンチってブイヨンがすごい重要で、それがすごく時間かかるみたいなイメージあるんですけど。うちはだしもざっくり言うだけで、お肉のだしと魚のだしと、あとコンソメとアワビを煮る用のおだしと野菜のおだしと5種類持っているので、この積数だとかなりたくさんのおだしを持ってると思います。だしだけで5種類ってすごいですね。そうですね。そこが一番僕は大事なところだと思ってて、今ソースのないお料理がすごく流行っていて、ずっとクラシックを習ってきたので、フランス料理のソースって醍醐味なのかなと思って。だからソースは必ず用意してますね。はい。あとエビの出汁もあるのかな。じゃあ6種類ですね。6種類ですね。はい。そちらはフォアグラですか？そうですね。はい。フォアグラをテリーヌにして生クリームとバターを合わせて、ムースのようなものを作ってセルクルに入れて、間にエシャロットのコンフィを中に詰めて、でその周りにコンソメのジュレを貼って一皿に仕上げていくんですけど、出てきてからのお楽しみで、はい。楽しみです。はい。ちなみに改めてテリーヌってどういう技法なのか解説いただいてもいいですか？テリーヌって一応型の名前なんですよね。これテリーヌの型なんですけど、こういう型に入れて冷やし固めたりとか、湯煎で火を入れた、ここに入れたらテリーヌになります。血管や薄皮が残ってると違和感を感じるので、ちゃんと掃除をするっていうのが一番のポイントですかね。フォアグラはフランスから仕入れられてるんですか？これははい、フランスのものですね。はい。うちはそんなにたくさん使えないので、少しずつ食べていただけたらと思って、そういう皿数構成になってるんですけれど。この価格帯で出していただけること自体がすごいですね。ありがとうございます。修行はパリでされてたんですか？いや、大阪で8年修行して、フランスに行ってこいって言われたので、パリに2年ちょっとと、あと、アルザスとボルドーとリヨンにいたんですけど、パリが一番長かったですね。はい。もう行った時は本当にフランス語もわからず。すごいですね。精神力も鍛えられそうです。そうですね。おかげさまでだいぶ強くなったと思います。今行け言われたら絶対嫌ですけど。はい。それは何ですか？4品目に出すポワローのテリーヌですね。つなぎを一切使わずにポワローを茹でて、それをテリーヌの型の中でプレスして冷やし固めたもの。綺麗ですね。ありがとうございます。だいたいこれ仕込むのに3日ぐらい。すごいですね。それはパートブリゼっていう生地なんですけど、出来上がりはサクサクっとしたタルトのような生地になるんですけど、焼き上がったら柔らかい間に型に抜いて、玉ねぎと原木の椎茸のソテーを一緒に合わせて、マデラー酒をベースにしたソースで召し上がっていただくんです。なんかすごいオーブンなんですか、これは？僕ら若い時はもうずっとこれだったんです。一番使い勝手がいいというか、下がオーブンで上が鉄板。真ん中に行くほど温度が高いというか、お湯もすぐに沸きます。真ん中に置くと。数秒でこれぐらいのお湯だったら、もうポコポコ上がってきてるんで、これ今沸いてるんですけど、手前にやると保温
の状況になるので、仕上がったソースなんかはここに置いておいて、最後ここで盛り付けしてる間に、ここでソースを保温できるので、そのまま持ってソースかけれるので、とってもこれは便利です。レシピもなく基本的にはもうご自身の感覚で全てやられてるんですかね。レシピに頼りすぎないようにしています。料理ってなんかレシピとかルセットを超えるもんだと思っているので、そこに頼りすぎて数字ばっかり追いかけすぎると、それだったらロボットでもできるので、やっぱ自分の個性出そうと思うと、はい。やっぱそこはちょっと大事なのかなと思います。はい。塩はもう測らずにも、もちろん、はい。同じ分量をつかめるんですね。そうですね。1グラムつかみましょうって言われると、目つぶってもこれで1グラムなんですよ。はい。僕、若い時に、ソーシエっていうポジションがあるんですけど、ソーシエに立たせてもらうときに、1リットルのビーカーを2つ用意して、どっちが 10g でどっちが 11g かっていうのを1週間連続で違う時間に当てる。ちゃんと当てないと、そのポジションに立たせてもらえなかったので、塩ってなんか料理に対してすごく大事なアプローチをするもの。もう 1g の塩を当てれるか当てれないかっていうのと、もう 1g の塩を当てずに入れるかっていう、その押し引きの感覚は絶対に必要なのかなって思ってます。次はアワビですか？アワビはこれ映像アワビ、北海道のアワビですね。はい。ブイヨンドレギュームっていう野菜のお出汁で2時間ぐらい煮込んで柔らかくして、そのままもうお出汁の中につけた状態で冷まして、今冷蔵庫で保管してる感じですね。はい。野菜の出汁で煮込むんですね。そうですね。はい。そうすると、磯の香りとかアワビの香りがつけやすい動物性のものでやると、こう喧嘩してしまうので、シンプルな野菜のお出汁で煮てあげるのが一番いいのかな。はい。アワビの素材の良さが引き出せる出汁なんですね。表面に包丁を入れたのは、はい。ソースが絡みやすいようにですか？食べた時の食感ですね。できるだけこう柔らかく食べていただきたいのと、あとホタテ貝と合わすので、できるだけそのホタテ貝の食感に合わせれるように、コリコリしたっていう食感よりは、ホタテ貝のちょっとこうぷよっとした柔らかいこう半生な状態なものと、アワビが一緒にこうトマトの中で合わさって、ブイヤベースのソースを使うんですけど、ブイヤベース風な感じの食べ方をしていただけたらと思ってます。混ざりやすくなってるんですね。はい。肝も一緒に。肝も一緒に、はい。これも北海道のホタテですね。どちらも豊洲で買われたものですか？そうです。それは豚ですか？茨城県のビメイトンっていう豚なんですけど、バラ肉をコンフィをかけて柔らかくして、それを1日その出汁の中で味を染み込ませて、冷蔵庫で1日休ませると油がしっかりと固まってくれるので、ラップして保管してます。低温のオイルで柔らかくなるまで2時間ほど煮込むんですけれど、うちはどっちかっていうと煮込みに近いコンフィっていう形をとっていて、お出汁と油、オイルを半々ぐらいにして、その中でゆっくりと火を入れていく。なんかまあいろんなコンフィやってみたんですけど、どうしても油っぽく口の中で残るので、それだったらちょっとお出汁で、この持ってる油と一緒に煮てあげるのがいいのかなと思って、うちはそうしてます。初めて聞きました。こう、はい、油だけじゃなくて、はい、出汁も入れてコンフィにするっていう。なんでこのビメイトンにしているとか、こだわりがあるんですか？なんかね、ビメイトンに関してはその油が甘いのと、あとは油よりも身の方がしっかりついていて、豚も食べた感があるので、だからまあビメイトンにしてるんですけど。それがポレンタですね。ポレンタ、はい。セルクルに詰めて、ビメイトンから油が少し出るので、その出た油でこのポレンタ焼きます。ビメイトンの油でソテーにするみたいな。はい。それを同じお皿に同居させてあげると、旨味は変わらないですよね。一体感がある。はい。本日の鮮魚ですか？本日の鮮魚です。これは何ですか？ヒラスズキですね。寒スズキなんですけど、夏のスズキに比べて身がすごく淡白で繊細なんですよね。僕はもうこの時期にすごく好きでよく使うんですけれど、焼くだけだとあんまりにも味わいが少ないので、うちはこれとこのスズキで作ったムースを合わせてパン粉焼きにしてます。スズキでムースを作るってどういうことですか？身をムース状にするってこと？そうです、そうです。
結構寝かせてるんですか、スズキは。そんなに寝かすっていうようなお寿司屋さんの熟成っていう意味ではちょっと全然程遠いので、鮮度がブリブリにいいものもいいわけではないので、水分抜いてあげて、いい状態のところで出してあげるのがいいので、買ってきて2日ぐらいは寝かせて、それからですね、綺麗ですね。ありがとうございます。油乗ってますね。乗ってます、乗ってます。腹の部分がはい、そうですね。白っぽくなってて。はい。あんまりこの腹の部分使わないですよ。あ、そうなんですか。はい。ここまで大きくなるともう一回りぐらい小さくてもよかったんですけど、せっかくなんで買ってみたんですけど、ちょっと油が乗りすぎてて、味わい的にはさっぱりと仕上げたいので、ここのお腹の部分は違うことに使います。お出汁を取ったりとか用に、使うので、今日食べていただくところは、この身の一番美味しいところだけです。お寿司屋さんとは全然違ったさばき方。そうですね。面白いですね。はい。鴨ですか。鴨です。今月のお肉料理ですね。鴨はどこの鴨を使ってらっしゃるんですか。これ北海道ですね。鴨のこだわりってあるんですか。やっぱり産地ですよね。フランスの鴨がいいときはフランスの鴨使いますし、国産の鴨がいいときは国産の鴨を使うようにしているので、お肉にしても魚にしても一番いい状態のその時のものを使うようにしてますね。皮の部分はもう取っちゃうんですね。今回はパイ包み焼きにするので、この皮は一緒にはパイの中で焼けないので、皮は外します。結構細かく筋取られていくんですね。そうですね。僕はもうこの筋が歯に当たるのが嫌なので、できるだけしっかりと取りますね。鴨に限らず、パイ包み系でどうやって火入れコントロールされてるんですか。鴨を火を入れるときは、僕はあえてこういう薄い肉はできるだけ冷凍して、で、冷凍からオーブンに入れて、しっかり焼き上げて、パイもザクッとしてますし、ソースを流すんですけれど、吸ってくれる具合もいい感じに、持っていけたらと思って、それは今何を塗ってるんですか。これは今、マッシュルームで作ったペーストなんですけど、鴨に塗ってパイと一緒に包むことで割った時の香りがうわっと立つので、それでこのペーストを塗って一緒にパイで包んで焼き上げます。これが最初に出してた。そうですね。バターと生クリームと合わせてムース状にしていきます。ピンク色だったり赤っぽい血のやつが全然ないですね。そうですね。押せばちょっと出てくるかもしれないですけど、基本的には綺麗に掃除ができてるので。パッと見じゃわからないぐらいですね。すでに相当綺麗ですね。綺麗すぎて味噌みたいですね。確かに。牛乳にも全然血とかが浮き出てこないですね。で食べるとすごくまろやかで美味しいです。このフォアグラは口どけがいいような良質な油のフォアグラ使ってるんですか。フランスのフォアグラなので、すごく味もしっかりしていますし、油も上質で召し上がっていただくので、どういう風に思われるか、美味しくできますようにと思って作ってます。ありがとうございます。それは何ですか。これパイ生地ですね。昨日伸ばして、この形に成形をして、冷凍して帰ったものですね。で、これから鴨をこれに包んで成形して、焼ける手前まで持っていきます。巻き方のコツとかってあるんですか。膨らんだ時にベロッと剥がれてしまうので、そこだけは気をつけるようにしてますね。少し空気を含ませながら包んでるんですね。そうですね。卵黄を塗るのってなんでなんですか。綺麗に焼き色がつくようにこの卵黄を塗ります。デザート用のリンゴですか。はい。
リンゴのタルト、そうです。タルトタタンってどういう意味なんですか？タタンって人の名前なんですよね。おばあちゃんの名前で、タタンばあちゃんが作ったタルトっていう意味なんですけど。そうなんですね。知らなかったです。間には何を入れてるんですか？バターと砂糖ですね。そうですね、もうはみ出してますね。はい。何段ぐらい重ねてるんですか？これがね、12段ぐらいいくのかな。出来上がると、意外とこう、ぎゅっとこうちっちゃくなって、味が凝縮されてるんで、水分が抜けていくので、ちっちゃくなります。すごいですね。もう時間との戦いですね。なんか、いや、本当にそうです。いつもギリギリで、5時半ぐらいになると、マネージャーに、今日間に合いそうですかとか、もう準備できましたとかって言って、プレッシャーかけられるので、自分もメニューは書くものの、頭でイメージしてるものの、まだ完全に料理が出来上がってるわけではなくって、結局、なんかやってみないとわからないところって結構あったりするんですよね。なので、初日なんかは特にそうですけど、3組入るとちょっとやっぱ忙しいかな。ちなみにそもそもアンシュマンってどういう意味なんですか？続きとか途中とかっていう意味。これからいろんな意味でこう続けていきたいとか、中途半端というかまだ途中なので、その思い込めて店に、その名前をつけたんですけど。なんでフレンチをやろうと思ったとか、そういったきっかけとか背景ってあるんですか？小学校の高学年ぐらいには料理人になろうとは思ってたんです。フランス料理がいいぞって言われて調べていくと、世界で一番の料理だなと思うんですよね。それはなぜかっていうと、例えば日本に外国の要人を呼んで晩餐会をするときもフランス料理ですし、それはアメリカであっても東南アジアであっても万国共通でフランス料理って一番のものだなっていうので、おいてこうなんか技術をなんか上げたいなみたいなが、まあなんか一番でしたね。はい。今までのその修行とかで一番習得するのが大変だった技術とかってあるんですか？やっぱ火の使い方ですかね。僕は調理師学校も出ていないので、まっすぐ切るとか、こう薄く同じ厚さにスライスするとかっていうことも、所詮はど素人のままごとから始めたことなので、もちろんそこからですけど、その火の使い方、あとそのものに対しての火の入れ方っていうのは、なんかすごいこう大変だったのかなって今になったら思いますね。はい。本日最初のお料理です。北海道の今金男爵というじゃがいもをピューレ状にして牛乳と合わせてスープ仕立てにしてあります。上にこの時期すごく美味しくなる甘エビですね。タルタルにして合わせました。上にエストラゴンという香草を添えさせていただいてます。甲殻類とそのエストラゴンとってもよく合います。手前のスプーンで下から混ぜていただいて、下があったかいので軽くそのタルタルに火が入ります。下から混ぜていただいてゆっくり一緒に合わせて召し上がってください。食べた瞬間に感じたのは甘エビの旨味の強さです。繊維を断ち切って舌に触れる面積が増えているからか、少量の甘エビでありながら普通にそのまま甘エビを食べるよりはるかに濃厚な味わいです。そして食感としてはタルタルなのでピューレと混ざり合いやすく滑らかで一体感があります。芋も甘い香りがして舌と鼻の両方から甘みの組み合わせの刺激があります。そしてそんな濃厚な甘みに香草の爽やかなアクセントがわずかにあります。ピノノワールが75のシャルドネ25、香ばしい感と深みもあって、直前にはブランドグランほどあっさりはしていないので、深みのあるしっかりした感じですね。深みのある果実味と樽の香りが芋の甘い香りとエビの甘みとちょうど合います。オープンからずっと作り続けてるお料理で、トリュフのシフォンケーキです。手前に添えてます黒いピューレ、リュクセルと言います。エシャロットのみじん切りを1時間ほど炒めて、そこにマッシュルームのピューレを入れて、蓋を閉めてオーブンで約6時間、水分だけ飛ばし、旨味と香りを残したものです。トリュフがだいぶこう黒くなってきて、香りもかなり上がってきましたので、先にシフォンケーキを召し上がっていただいて、トリュフの香り楽しんでいただいて、あと手前のリュクセルと一緒に合わせて召し上がってください。こちらはトリュフの芳醇な香りがシフォンケーキの優しい甘みとともにふわっと押し寄せてきます。正直相性の悪い食材にトリュフをたくさん上からかけているだけのものより、こちらの方がよりトリュフの香りを感じました。スポンジ状のシフォンケーキによってトリュフの香りの空気が抜けやすいからか、卵とトリュフの相性がいいからか、トリュフの素材が活かされているように感じます。またソースと合わせるといろんな甘みで味覚も複雑になり、複数のキノコの混ざった複雑な香りにもなります。これは幸せの味わいです。
フォアグラです。フォアグラのテリーヌを生クリームとバターと合わせて細かい目の網でこして、それをセルクルに詰めて、中にエシャロットで作ったコンフィチュールを忍ばせて、もう一度上からフォアグラで蓋をして、冷やし固めたものにコンソメのジュレを流して、真ん中にナッツのクラセ、砕いたものですね。右側にキャラメルのソースを流してあります。フォアグラとキャラメルもとってもよく合います。フォアグラの味わいが綺麗すぎてびっくりしました。味覚も食感も一切の引っかかりがありません。なので濃厚な旨味でありながら、口どけよく滑らかで軽やかな食べ心地です。これは普通のフォアグラしか食べたことない人は確実に概念が変わります。臭みのあるフォアグラだと甘い味付けでごまかすようなこともあると思いますが、こちらはそんなことをする必要がないぐらいのクオリティのフォアグラなので、キャラメルをお好みの甘さで合わせられます。僕は甘さ控えめの方が好きなので、こういう食べ方ができるのはありがたいです。そしてコンソメはそれだけでも美味しいぐらい旨味があり、塩味の役割も果たしていて、とろけるようなフォアグラの味覚の輪郭をくっきりとさせてくれます。この時期甘くて美味しいポアローですね。ポアローをつなぎ用なしで30分ほどじっくりと塩茹でをして、それをテリーヌの型にはめて、上からしっかりと水抜きしながら冷やし固めてテリーヌにしたものです。トリュフのドレッシングをたっぷりつけながら、レバパテと一緒にポアローのテリーヌを合わせて召し上がってください。こちらも味覚と食感のそれぞれの調和がすごかったです。ポアローの甘みと苦みのないレバーの濃厚な旨みを酸味のあるソースがうまく調和しています。そしてトロトロのポアローとレバームースのクリーミーで滑らかな食感も一体感があって混ざりながら同時にとろけていきます。フランス、プロバンス地方のロゼですね。アンソランスと言います。ちょっとキリッとして酸味もあってバランスよくって、そのスッキリ感がドレッシングととってもよく合うので、一緒に合わせて召し上がってください。ロゼのわずかな赤い果実味とレバーの鉄分感のある旨味が合います。そして酸味のソースと辛口の切れるようなワインの酸味と調和します。またレバーの苦味や油分が浮くことなくマリアージュできるのはレバーのクオリティと程よい果実味と酸味の絶妙なロゼをペアリングできるセンスの両方があるからでしょう。ワインが好きな人はペアリング必須です。椎茸のタルトです。椎茸は兵庫県の原木椎茸、あと淡路島で採れた玉ねぎを飴色になるまで炒めてタルト仕立てにしてあります。とちょっと軽さを出すために牛乳の泡を添えさせていただきました。エミルションと言います。ソースがとっても美味しいのでソースたっぷりつけて召し上がってください。食べてみると焦がし玉ねぎのコクのある甘みと椎茸のグアニル酸の旨味を一気に感じます。そしてその後にソースのキノコの香りが鼻腔を抜けていくように爆発します。牛乳の泡によって濃厚なソースが少し軽くなっていて、ベタつくようなくどさが全くありません。クレマンドブルゴーニュって言います。クレマンってシャンパーニュとは名乗れないのでクレマンって言うんですけど、作り方はほぼ一緒で、ただシャンパン地方で作っていないのでシャンパーニュって名乗れなくって、クレマンって最上級の作り方はシャンパンに比べて弱いんですけれども、すごくキリッとしたおソースにとってもよく合うとバンムースです。繊細な泡立ちと上品な果実味のクレマンが玉ねぎの優しい甘みの余韻と相性抜群です。北海道はエゾアワビ、殻をつけたままブイヨンドレギウムというお出汁の中で2時間ほどコトコトと柔らかくなるまで煮たものと、ホタテ貝をパートブリックという生地でトマトフォンデュというおソースと一緒に包んで焼いてあります。ブイヤベースのソースを流してあります。そのまま真ん中から割っていただいて、生地と一緒にソースたっぷりつけて召し上がってください。下の生地はソースを染み込んでひたパンのようにしっとりジューシーで、上はこんがりサクサクです。そして中はムチッと弾力のある貝とトロトロのトマトで食感の組み合わせが最高です。またホタテはもちろんのこと、アワビもトマトも甘みがあり、何層にもなった甘みが押し寄せて複雑な余韻があります。そしてその甘みがトマトの程よい酸味によって引き締められるような調和になっています。茨城県のビメイトンという豚のバラの部分をコンフィをかけて柔らかくしてポーションでカットしてから粉をつけて焼き上げてあります。下にポレンタを一度焼いたもの、豚のバラ肉のコンフィの上に3年熟成のバルサミコ、天然の平竹、あと江戸前のリーフサラダを添えさせていただきました。上からそのサラダ崩していただいて、下のポレンタ、豚のコンフィ、キノコ、サラダをフォークで刺して一つにして一気に口の中に運んでいただくと、いろんな味がしていろんな食感が楽しめると思います。ぜひ一緒に合わせてお召し上がりください。ポレンタはトウモロコシを焼いた時の糖分がキャラメリーゼされたかのような芳醇な香ばしさがあります。そこに溶け出した豚の脂が焼けた香ばしさ、平竹の芳醇な香ばしさの3つが組み合わさって最高に香り高い一品です。また味覚としても平竹と豚とバルサミコの旨味による三重奏です。ニュージーランドの白ワインなんですけど、香り嗅いでいただくとグレープフルーツの香りがパツンとやってくるんで、バルサミコの酸味ととってもよく合いますので、一緒に合わせて飲んでいただければ。そんな豚肉で
して味覚も嗅覚も最大限に刺激された後は爽やかなワインで調和してくれます。グレープフルーツとハーブの香りがする白ワインは刺激の強い一品の後にリフレッシュさせてくれるようなマリアージュでさっぱりとします。本日のお魚料理です。本日のお魚、寒スズキです。その寒スズキに寒スズキで作ったムースを塗って、その上からビエノワーズというピスタチオで作ったパン粉を買って、ブレゼというんですけど蒸し煮にしてあります。クラシックなおソース、アルベールというおソースです。シャロットとマッシュルーム、そこにドライベルモットを入れて煮詰めて、スズキの頭で取ったお出汁、ヒュメドポワソンと言います。それを足して煮詰めて軽くバターで繋いだおソースです。ソースがとっても美味しいので、ソースたっぷりつけて召し上がってください。食べてみると寒スズキってこんなにうまかったっけと驚くほど旨味が凝縮しています。白身魚らしい淡白で上品な旨味を想像していましたが、やはり寒スズキのムースや頭から取った出汁が効いていて奥行きのある旨味です。そして半生ならではの火入れと生の両方の食感が同時に味わえます。火がしっかり入っている外側はしっとりとしながらほろほろとほどけるように崩れて、内側はもっちりと弾力があります。さらにパン粉のサクサク感とムースのクリーミーさもあり、いろんな食感が一口の中で味わえて食べ応え抜群です。そしてソースの味付けのバランスも完璧です。程よい酸味があり、重たくなく軽やかな食べ心地でありながら、香ばしさと旨味のコク深さがあります。シャルドネですね。味わい深くって、コクがあって深みがあって、タルコーがしっかりした本当にシャルドネっていう感じのブルゴーニュです。そんな濃厚な旨味の寒スズキには、芳醇な香りと深い果実味の白ワインが最高に合います。カリフラワーのムース、その上に京都のかぶらの上にホタテ貝のラビオリを添えさせていただきました。ソースオレンジ色のソースなんですけれども、すごくコク深い美味しいおソースです。ソースたっぷりつけて召し上がってください。食べた瞬間からとにかくカニの甘さがダイレクトにきます。そしてソースが甲殻類らしい香り高さと旨味を濃縮した味わいで、カニの美味しさを一気に味わうかのような一品です。このソースだけでもつまみになるほどの食べ応えです。そしてカニの甘みを感じた後に、カリフラワーとカブの優しい甘みが追いかけてくるようなイメージです。濃厚なカニの味わいを柑橘系の果実味を感じる白ワインで、さっぱりと爽やかに調和するマリアージュです。北海道の鴨の胸肉とキノコのピューレをパイで包んで焼き上げました。おソース、グランドヌールっていうクラシックなおソースです。赤ワインをベースにカシス、フランボワーズ、黒胡椒、エシャロットを煮詰めて、そこにモンブランと言います鶏のお出汁と、あとそのさばいた時に出た骨で取ったお出汁、ジュドカナールと言います。そのジュドキャナールと一緒に合わせて煮詰めて、最後バターで濃度をつけたおソースです。とっても鴨と相性がいいので、ソースの中に塗り込みながら鴨と一緒に合わせてお召し上がりください。ベリーのソースは果実の香りがふわっとする程度で、酸味はあまり感じないです。なので軽やかでありながら奥深いソースで、上品な味わいの鴨と相性抜群です。また鴨は見ての通り、ジューシーで肉汁滴る完璧な火入れです。パイも外側はサクッとしており、内側は鴨の肉汁を吸ってしっとりとしています。ブルゴーニュルーチュ、すごく元気があって酸味もいいんですけど、エレガントな感じの味わいになってます。この上品だけど奥深い味わいの鴨には、ブルゴーニュのピノノワール一択でしょう。軽い酸味と軽やかなベリー系の果実味があるこちらのピノノワールとは相性抜群です。締めの一皿、チーズのリゾットです。食べてみると驚くほどふわっと軽やかです。素材の良さを楽しむような感じで、チーズの香りとコクとお米の甘みを最大限に味わえるような感覚です。また重たくてがっつりと歯ごたえのある食感といった王道のリゾットではなく、締めにふさわしく軽やかに食べられる一品に仕上げられていて、この時点で超満腹でありながら心地よく幸せな気持ちになります。温かいリンゴのタルトと、右側に自家製のシナモンのアイスクリーム、あとエストラゴンの香りをつけた白ワインのジュレを一緒に添えさせていただきました。温かいタルトのリンゴのタルト、冷たいアイスクリームを口の中で一緒に合わせていただいて、シナモンとリンゴがとってもよく合います。はい、ぜひ口の中で一緒に合わせていただいて、温かさと冷たさの立体感を楽しんでください。見ての通り仕込みの時よりリンゴはいい感じに沈んでいます。その分リンゴならではの甘みは強く濃縮されていて、間に入れていた砂糖にも全く負けておらず、それでありながらシャキシャキとみずみずしいので食べ心地は軽やかです。そこにシナモンの香り高さがアクセントに加わって、ほっと落ち着くような幸せの食べ心地で終わりです。以上がアンシュマンさんで出てきた全メニューでした。美味しそうだな、行ってみたいなと思ったら高評価をお願いします。もっとこういう動画を見たいとか、このチャンネルを応援したいと思ってくれた方はチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。